これでわかるポーリーヌ。フランスの皇帝となったナポレオン・ボナパルトの6番目の妹で一番の美女。兄とは11歳年が離れていました。ちなみにナポレオンの動画もありますので、よかったらこちらもご覧ください。ポーリーヌはナポレオン一番のお気に入りで、かつ彼を一番心配させた妹。彼女は滑らかな白い肌、しなやかに伸びた長い手足を持ち、多くの人を魅了します。また、本人が奔放な性格だったため、ヨーロッパ一のアバズレと呼ばれたりもしました。ただ、ナポレオンが窮地に陥った時に助けてくれたたった一人の妹でもありました。さて、どんな人だったのでしょう。ポーリーヌの生涯を覗いてみましょう。1780年、フランスの特領コルシカ島に生まれる。兄ナポレオンがパリの陸軍士官学校で学び、コルシカ島に戻ってきました。彼自身はコルシカが大好きでしたが、島の人からはフランスに寝返った人と見られます。それは家族にも及び、ポーリーヌが13歳の時、コルシカ島独立支援派のボートたちに実家が襲われ、一家はマルセイユに移り住みます。ナポレオンはフランス革命軍に参加し、実績を次々に残し、名声が高まってきました。ポーリーヌはフランスの男性陣から注目を浴び、たくさんの人と恋愛を楽しみます。少々度が過ぎたのか、1797年17歳の時、兄が妹を落ち着かせようと部下のシャルル・ビクトール・エマニュエル・ルクレール将軍と結婚させます。ルクレールとはすでに恋愛関係だったので、ポーリーヌは喜びますが、なかなか落ち着きはしませんでした。ルクレールが北西フランスに遠征に出ると、次々にドレスを買い、パーティーに明け暮れ、パリ中の男たちを誘惑しました。1798年、息子デルミドが生まれました。名付け親はナポレオンです。1799年11月、ブリュメールのクーデターで兄が総裁政府を倒し、統領政府を樹立し、第一執政に就任。フランスの頂点です。このことはポーリーヌに大きく影響しました。1802年、サンドマングに移住することになったのです。流れを説明します。まず、現代のハイチである島、サンドマングはフランスの植民地でした。アフリカの奴隷海岸から連行された多くの黒人奴隷を酷使し、主に林業とサトウキビやコーヒーの栽培によって多大な財産を生み出していました。1791年、トゥーサン・ルーベルチュールの率いる奴隷の反乱が起こり、フランスはここを手放し、この島は独立宣言をしました。その背景にはフランス革命がありました。この時強かったジャコバン派が奴隷制の廃止などを政治理念として挙げていたことが影響していました。ですが1799年のブリュメールのクーデターでナポレオンが権力を握ると事態が変わります。この地でプランテーションで生産されるサトウキビやコーヒーは魅力的で、フランスの一部のブルジョワジーの中で植民地維持の声が復活し、結局ナポレオンは再びそこを支配下に置くことを決め、1802年ポーリーヌの夫ルクレール将軍を派遣しました。そしてポーリーヌと息子も同行しました。そこで彼らは恐ろしい光景を目の当たりにします。というのは、フランスの再征服に反対する軍隊が火を放ち、首都のルカブは火の海でした。ルクレールは40日で反乱を鎮圧します。指導者のトゥーサン・ルーベルチュールは拘束されフランスへ送られました。そして拷問され翌年肺炎で亡くなっています。その後も悪夢は続きます。島の人たちは黄熱病で苦しみました。毎日何十人と亡くなっていきます。医療スタッフもどんどん亡くなり、病院はどこも危機的状況でした。そうしているうちに反乱軍がまた放棄しました。ルクレールは島を出るようにポーリーヌへ言いますが、私はあなたと一緒でないのなら何があってもフランスには戻らないわ。また、私はナポレオン・ボナパルトの妹よ。何も恐れません。と言って離れませんでした。結局フランス軍が勝利を収めます。彼女は小さなパーティーを続け、ファッションのことなど明るい話題が好きだったため、重い任務を背負ったルクレールにとって気持ちを軽くしてくれる存在でした。ポーリーヌとしては夫のためというより元々の性格なので自然なことでした。ですが11月、ルクレールが黄熱病にかかり亡くなってしまいます。30歳でした。そしてポーリーヌと息子はフランスへ戻ります。大きなショックを受けていましたが、この時まだ22歳で美しいポーリーヌ。
すぐ立ち直り社交界に復帰します。ナポレオンは今度は彼女をイタリアの名門貴族カミッド・ボルゲーゼと結婚させました。そしてポーリーヌはイタリアに移り住みます。ナポレオンとしてはイタリアの諸公国をフランスの統治下に置こうと目論んでいたため、ローマの由緒ある名門貴族を親族に持つことは何かと都合が良かったのです。夫カミッドは頭が悪いことで有名でした。母国語のイタリア語を正確に書くことすらほとんどできず、もちろんフランス語を話すこともできませんでした。ポーリーヌはそんなこと気にしませんでした。なんといっても彼は彼女が求めていた贅沢な生活をさせてくれる財力があったのです。結婚の祝いの日に着たドレスはベルベットのドレスに膨大な数のダイヤモンドが縫い付けられていて、次女がボルゲーズ家の宝石を一つ残らず効果的に使っていたと言っています。ですがポーリーヌも時が経つとその頭の悪さが気になってきました。そして彼とは正反対の貧しいけれど教養のあるドイツの啓蒙的な公爵の子息を愛人にしました。それが見つかり夫は激怒、兄も激怒。ナポレオンからポーリーヌ宛てにきつい手紙が来ました。夫と一緒でない限り私は決してお前を受け入れたりしない。ある日ポーリーヌの美しい体を収めておこうとカミッドが著名な彫刻家アントニオ・カノーバに作品を依頼しました。カノーバは最初依頼を受けることを嫌がりました。なぜなら北イタリア出身の彼はイタリアの町から美術品を略奪したフランス軍の行為を非難していたからです。ただポーリーヌに会った途端、彼女の美貌にすっかり魅了されてしまい、すぐに仕事を始めようと引き受けました。ポーリーヌ本人は愛の女神ヴィーナスの姿にしてほしいと依頼。カノーバは純潔の処女神ディアナを主題にしてはどうかと提案します。するとポーリーヌは誰も私の純潔なんて信じたりしませんわと笑ったとか。ただヴィーナスになるには脱がなくてはいけませんでした。カノーバは気にしましたがポーリーヌは気にしません。ウエストまでのセミヌードでソファーの上に横たわり、腰あたりにまとったドレープ状の布だけという姿でモデルをしました。カミッドは前の夫との子供デルミドには無関心でした。ポーリーヌを旅行に誘うとき、彼女を説得して息子は弟に預けていました。そしてなんとその間にデルミドは高熱を出して亡くなってしまいました。しかも旅行中ポーリーヌに伝えず10日間も内緒にしていました。それを知ったポーリーヌ、もちろん切れます。責めまくります。そんな大事なことを黙っていたというのが一番の問題でした。夫婦仲は冷え切り別居状態になります。これはポーリーヌでなくともそうなりそうですね。ただ悲しみに暮れ泣き続けるようなポーリーヌではありません。その後は愛人を作りまくり、お金も使いまくります。浮気症でわがままで気まぐれ問題児のポーリーヌでしたが、兄に対する愛情は大きく生涯変わりませんでした。1814年、ナポレオンは皇帝を退位することになり、エルバ島に追放されました。エルバ島は故郷のコルシカ島の近くです。ポーリーヌは屋敷と宝石を現金に変え、兄を追って母と共に一時期エルバ島で一緒に暮らしました。10ヶ月後、ナポレオンはなんと島を脱出して皇帝に返り咲きます。ですが、ワーテルローの戦いで敗北し、ナポレオンの100日天下は幕を閉じます。そしてイギリスの捕虜になり、今度はフランスからとても離れているセントヘレナ島に流されます。ポーリーヌも行こうとしますが叶わず、何度もイギリス政府に掛け合っていました。ナポレオンはセントヘレナにて体を壊し、この世を去りました。ポーリーヌは深く悲しみます。フィレンツェに引っ越していた夫カミッロから離婚を求められていましたが、財産の問題で散々言い合い、結局離婚はしていませんでした。彼にも10年ほど一緒に暮らしていた愛人がいましたが、教皇に説得され、ポーリーヌとまた同居することになります。ですがその3ヶ月後、1825年、ポーリーヌは病気でこの世を去りました。44歳でした。死の直前にしたことは鍵を渡すということ。夫妻で長く争ってきた宝石や金庫や不動産を守るための鍵を夫に手渡しました。愛人をたくさん作り、社交界を思いっきり楽しむ。ですがナポレオンが失脚すると一転兄のために奔走したポーリーヌ。ちなみにエルバ島に流された兄を訪ねたのは7人兄弟のうちポーリーヌ1人だったとか。美しく奔放でヨーロッパ一のアパズレと呼ばれたポーリーヌ。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。